劇場版名探偵コナン。興行収入ランキング順、反応集。ネタバレあり。第5位、から紅のラブレター。21作目。興行収入、約68.9億円。しょっぱなのアンテナぐるぐるおもろすぎん。爆発 RTA やってる？爆発回数ランキング、上位入賞確定だろ。決勝戦の会場が映った瞬間に、爆破用の施設じゃんって思ったわ。アクション全振りって聞いてたから、期待してなかったんだけど。普通に推理要素も面白かったわ。中だるみもそこまでしないし、アクション部分もクライマックスも良かった。あえて微妙だった点を挙げるなら、容疑者の名前が覚えにくいことと、脱出がまんま、天国へのカウントダウンだったことかな。制作も安室赤いに飽きてるのか、気を使いすぎてるのか、平治や京極さんの時のがはっちゃけてて面白いわ。から紅とフィストはアクション部分笑う。犯人はわかりやすいけど、動機がなかなか深いところにあるよね。横溝正史作品みたいや。コナンと平治が、ずぶ濡れになってきたのに対して、欄から一言もコメントなかったの、めっちゃ面白かった。演出がとても良かった。特に札を読んでるところとか、練習のシーンとか。平治の名言は男だけどときめいた。抱いてくれや。平治、小一のコナンに無茶させすぎ。主人公補正なければ死んでるぞ。映画で初登場したキャラで原作にも関わるの、もみじが初めてだよね。よっぽど気に入ったのかな。カルタツよかったらもみじと結婚できるってことでいい？主題歌が良すぎる。ここ最近で一番好き。第4位、ヒーローの弾丸。24作目。興行収入、約76.5億円。最近のコナン映画にしては、爆発とアクション少なめだけど、謎解き要素が、前回と比べて増えたのはいいね。赤井さんの銃弾が貫通し続けるやつ、無理ありすぎだけど。あれってあの方法しかなかったのかね？犯人の胸や頭に、当たるとか考えないのかね？コナン、これ成功したら、かっこいいからやらせてみよう。ぐらいの感覚でやったとしか思えない無茶苦茶さはあった。今回、バーローが猛スピードで暴走するリニアの中から、安全運転で、ごく普通に並走してる新幹線の中のランに向かって、ラン。死にそうなのお前なのに、さすがの余裕だよな。赤いファミリーって、全員が全員コナン級のチート性能だよな。赤いメインっぽいから女子狙いかと思ったが、メインはセラちゃんだった気がするな。最近女子向けが多かったから、本筋に戻った気がして嬉しい。青山は、女がハマる男キャラ生み出すのが、本当にうまいと思う。その子の良さにみんなちゃんと気づいてる？実は一番優しいんやで。愛ちゃんがヒロイン。愛ちゃんが、今から MRI 室入るから、とか言って、しれっと入ってって、普通に病院の人と会話してるのはロタ。先生もなんで気にすることなく話聞いてんだよ。灰原が可愛い。耳に髪をかける仕草や、くるんと一回転して、スカートはためかすところとかあざとい可愛い。FBI 日本でめちゃくちゃやりよる。後片付けは、日本警察に丸投げしててわろた。あれで軽傷で済んでる、コナンとセラさんって何者？コナンの映画で人死なないの初めてかな。自粛がなければ、もうちょっと数字上がっただろうな。こればっかりは仕方ないが。第3位、ゼロの執行人。22作目。興行収入、約91.8億円。俺って、安室の恋人だったのか。朗報、俺には彼氏がいたらしい。こりゃ女性人気高いのはわかるわ。ちょっとずるいわ。おっちゃんが送検されて取り乱すコナンに、アガサ博士が一括してるシーンの後、怒るどころかコナンの心配する愛ちゃんを見て、メインヒロインだと確信しました。アクションのはちゃめちゃさと、犯人の犯行能力の高さは、毎度のことやから目をつむるにしてもや、警察関係者は、口が軽すぎるやろ。なんで被疑者の身内に、ペラペラ事件のこと話してんねん。というか最初から、安室がコナンに頼る気満々なのが草。コナンは安室に怒ってもええんやで。テロ緊急時にもかかわらず、上下線とも平常運転してる臨海線が、実は一番やばい。情報漏洩で安室に怒られた直後に、笑顔で情報漏洩続ける風見たんかわいい。棚越し会は、絶対そこそこのボリュームじゃないと聞こえないけどええんか？スーパーのあずさと安室のイチャイチャシーン。絶対できてるやろ。安室、早くコナンを車に乗せてやれ。安室のカーチェイス中、髪の毛伸びてない？ランに GPS つけて監視したら、ほとんどのテロ事件未然に防げる。NASA、パスワードほんまにわからんかったんか？アクションシーンどんどん派手にするから、もうここ10年くらい人間やめてるな。これのせいで RX7 が値上がりしすぎて、買えなくなったんか。エンディングの歌詞込みで映画って感じがして好き。第2位、根性のフィスト。23作目。興行収入、約93.7億円。
途中間違ってドラゴンボール流れた？不法入国は犯罪なんやで。肌の色変わっただけで、声や顔は一緒なのに、アーサーだって信じるし。新一とキッドの見極めも、おっちゃん、呼びだけやし、ラン姉ちゃん白状すぎん。ツッコミどころばかりだけど、やっぱ新一とコナンは最高にかっこいい。オープニングだけで気分が高揚する。今回は特に怪盗キッドも出てたからね。コナンのキッドしか知らない人は、協力者が何者なのか、なんでビッグジュエルを追っているのか。青子ちゃんや紅子の存在、その他もろもろを多分知らないのかな。みんなぜひ、マジックカイトも見てほしい。最近のコナンは、とりあえず鈴木財閥の財力利用しすぎだろう。どんだけ鈴木財閥金と影響力あるんだよ、と毎回思う。マリーナベイサンズの屋上プールを海に浮かべてみたかったの、すごいわかる。コナン、あかん逃げ場がない、せや。コナン、あいつにロケランぶっ放させて着水したろ。本当に探偵か、こいつ？ランが現場慣れしすぎやろ。ビル倒壊してなんヘラヘラしとんねん。コナンはサッカーボールで、人工衛星の落下軌道を変えたのに。京極は、素手でそのボール消し飛ばしてて草。ミサンガの下りは納得いかん。何があってもお前の拳でその子を守れや。その子が普段デコ全開にしてるのは、令嬢であることに対するプレッシャー対策やな。デコ全開にすることで勝ち気なおてんばになる。けど一皮むけると、京極の前では、塩らしい令嬢らしい女の子になるわけや。だから本来のその子は、前髪を下ろしてる方やと考察したで。第1位、ハロウィンの花嫁。25作目。興行収入、約96.8億円。近年の中では一番いい出来だったな。おなじみの、体が縮んでしまっていた、タイムがいつもの倍ぐらいおしゃれ。タイトルが犯人なの初めてだね。アムロに動きの制約つけたのは、正解だと思うよ。あれでコナンにフォーカスできる話になった。前回よりシンプル。アムロの偉そうな椅子どこで買ってきたん？代わりにベッド置いてあげなよ。爆弾つけられてアムロ隔離。わかる。豪華な椅子に酒、偉そうな座り方。これがわからない。こいつ公安のお偉いさんとかでもなく、末端のノンキャリア潜入捜査員やろ？知らん人いっぱい出てきたけど、現在の時間軸では、全員死んでて草生えたわ。アムロの動機死にすぎやろ。天国のカウントダウンの時はあんな計算してたのに、今普通に物理法則無視して飛び移るの草。爆弾テロリストもいいけど、そろそろ公安は、本気で博士をマークした方がええやろ。ボール射出ベルトとか、サスペンダーの性能、年々アップグレードしてるし、今回の映画とかやばいやろ。あれ、地上を塞いでも、地下街入った液体は防げないからアウトだろ。あと、いくらなんでも液体の量が多すぎる。何万リットルをあの容器に入れたんだよ。その重量だって半端ないぞ。原作の警察学校編読み飛ばしてる俺も、久々に面白いと思った。コナン、17、灰原、18。お前らなんでロシア語喋れんねん。以上。いろいろな人気漫画の考察、反応集を投稿していくのでよかったら高評価、チャンネル登録お願いします。